やばいやばいやばい、教えないと。ともは何？池田くんが。もしかして5秒出た？出ちゃったー。いや、まあめちゃくちゃふざけたからそろそろ真面目な話を、はいしようか。明夫さんお願いします。じゃあ実際にその5秒台私たちは見てないので、一回本当に出せたかどうか見せてください。チェック。俺見たい。こちらです。おお、いいね。見てください。ちょっと見ますよ。何かもしまあトマ選手はちょっとなるほど。いや実は最近チラチラ練習を見てて、下がめっちゃ良くなってきてるなと思ってたのね。でやっぱりこの動画でも下がすごくいいし、でもちょっと中盤から後半にかけてちょっとよれが見えるっていうか、ちょっとずれてるから、まあ、まだまだいけそうですね。具体的に何番が良くなってて、どこ何手目があれなの？ 8まで、まあ、加速部とかスタートとかが良くなってて、まあパッと見ね、やっぱこのランジの8蹴り、8蹴りから膨らみ始めてる。でもやっとここまで来たね。ありがとう。お邪魔します。5秒台の世界へ。ちなみにこのリアクションはいくつだったんですか14いくつ ?143 とかですかね。まあ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 、まあじゃあちょっと早いぐらい。そんなに攻めてないというか、まだいける。まだですね。じゃあちょっとこういう機会なので珍しくというか、たまには池田君にちょっと真面目にスピードについて伺っていこうと思います。池田語る会。語りますか。はい。まあ、池田君のその今までの自己ベストタイムというと6点何でしたっけ？ 6.01。今年の6月に6。ああ、そっかそっか。でも一番最初に 6.0 を出したのは去年の7月くらいです7月ですそうだね。一緒にレースした時だよね。6.0 を出して、まあ、池田君の私の印象というと、まあ、去年のもう7月には 6.0 を出していて、もう去年の夏の時点で5秒台もう次やれば出せるっていう、会話を何回か、した中で、まあ、去年は残念ながら5秒台には到達できず、まあ、そこから丸1年と、2ヶ月3ヶ月くらい、ありましたけど、このやっぱり6秒台と5秒台ってめちゃめちゃ大きな 0.1 秒だと思うんですが、その 0.1 秒を速くすることで一番大変だったことは何ですか？一番大変だったのは、なんて言うんだろう、体を動く状態にしておくこと。なんかやっぱり次の明日出そうとか思っても、その日になんか今日動かないになったりするし、なんて言うんだろう、体を戦闘モードに維持しとくのがすごい大変でした。なんとなく勝手に池田君は暑ければ暑いほどタイムが出るっていうイメージがあって確かに。でも今ってもう10月ですし、そんなになんか暑くはないじゃないですか最近、なのになんかタイムが出せたなんか要因というか、そういうのは特にあるんですか？そうですね、なんか結構タイムが伸びてない時期もちゃんとメニューはこなそうっていうのは徹底してやっていて、それをやっぱり1年間続けてやってきたんで、ベースが結構ついてきて、寒くてもやっぱりなんかできるようになったし、量もこなせるようになったし、疲れづらくなりましたね。スピードをメインに、今活動している池田君のその1週間のそのスピードのトレーニングのなんか日数とか時間とか筋トレとの割合とか、ざっくりでいいんでちょっと知りたいです。週に3から4回スピードをやっていて、で週2回ぐらいでウェイトトレーニングをやっていて、そのウェイトはそのスピードの日にやったりしていて、でボルダーは週に2回はやるようにしてますね。去年の7月に 6.0 を出して、この1年間でなんか1回冬場にちょっとスピードの壁を触ることから離れて、筋トレだったりそのベーシックなトレーニングを中心にトレーニングしてた日数が長かったという印象があるんですけど、実際その筋トレはこのタイムにつながってますか？そうですね、筋トレすることでやっぱり脚力とか、背筋がついたので、なんていうんだろう、登るのが楽になったっていうのか
登りやすくなったっていうか、そのスピード自体のグレードがなんていうの、グレードが下がったっていうか、体重自体は上がってる？体重はでもあんま動いてない。でも少しずつ上がってたりするけど、で冬場に1回体重が増えてまた夏場にちょっと絞ってタイムが出た感じなんですか、それともベースが上がってるんですか？ベースが上がった感は確かにある。なんかまず体つきが違う前と、やっぱりちょっとモリモリしてきたし、卵食べたらそれは下半身が上半身がいや両方だね。全体的に、なんかもともとやっぱり脚力がすごかったからね。今まで足単品だった感じはあるんですけど、なんか最近ちょっとお風呂上がりとかの、あれなんかちょっとかっこよくね俺みたいな。あれモテちゃうかもしれない使えんのかこれ。いやいいよ面白い。私の中でちょっと印象的だったインスタがあって、なんだっけ、いきなりロケット一回そのなんかあれでしょ？スタートラインでロケットだロいきなりロケットケでしょットをロケットを作って作ってから発射するみたいな発射するそうインスタを去年あたり更新してたと思うんですけど、実際そのロケットは作れたんですか？ロケット今日着火しましたね。火ついた。着火した。今着火した。だからここからゴゴゴゴゴゴゴ。まあスタートライン。そうだね。でも1年ね、かけてどこまで飛ぶかわかんないロケットを作ったと。そうだね。結構しっかりしたロケットだといいね。チャージした分、まあどこまで飛ぶかわかんないけど、そうだね。これがそう離陸はしたかな。したんじゃない？じゃあロケットは結果的に作れた。作れました。よかった、。はいやだってさめっちゃ潜ってたもん。すごい潜ったね。だって一緒にスピードやってて7月にレースして、めっちゃ楽しい時期が来たなと思って。この競い合えてるみたいな。切磋琢磨シーズンこれかみたいなオリンってね。ピック前の2021年の7月ってこと？いや2020年去年の7月ってこと？そうインスタライブの時でしょ。そうあーに来たと思って、そしたら冬になんかいなくなっちゃって、なんかね、地面に穴掘り出して、下に潜り始めて、ね。そうタイムが落ち始めちゃって、大丈夫かなと思ってたけど、それでもずっとコツコツやってたから、本当にこの瞬間が来た感じだよね。なんかそのタイミング的にはちょうどその今年予定されてた、池田君が出るはずだったワールドカップの韓国とインドネシアが両方ともキャンセルになって、一番なんかそのモチベーションが下がる時期というか大会がなくなってしまって、目標を見失っちゃう時期だったと思うんですけど、それのキャンセルによるモチベーションの変化とか、逆になんか新しい目標ができたとか、その辺は何かありますか？あれも正直すごいショックでしたね。なんかトマ君と温泉とかで話すけど、やっぱ実は大会目標ではやってないっていうか、本当にタイムを出したいっていうのでスピードにはまっちゃったんで、もし大会がなくてもスピードをやり続けるみたいな会話をかつてしたことがあるんですけど、なんかやっぱ最近はちょっとだけ実力もついてきて、大会がもうすごい楽しみで楽しめるようになってきて、で韓国は調子も良かったんで超楽しみで、だったんですけど、でもどうだろう、なんかやることあんまり変わらないなって思ってたんで出ましたね。いや俺もだってなんかちょっと言ったもん、なんか韓国なくなって、結構っていうか練習すごいしてるから、なんかどういうモチベーションなんだろうと思って、確かにすごいなと思って。傍から見たら確かに、基本的にはもう大会がなくて、もう次は SJC じゃん。そうだね、3月、だからもうオフシーズンじゃん、他の選手にとっては。でそこでもなんかタイム上げるっていう感じやってたから、すごいなと思って見てたけど、すごいんか、ただもうがむしゃらにやってたみたいな感じ。そう出そうだったし、この波に乗りたいなっていうのはあったかな。実際何秒までタイムを縮められるイメージが今のところできていますか？イメージは実はいつぐらいだろう、今年の夏に入りかけの調子いい時期も、もう5、6っていうのはずっと思っていて、で自分にもできるって思ってたんですけど、それがようやく形になりそうっていうか、5、8とかは割とすぐ出せそうな感じで、5、6を早く形にして世界に通用するようなタイム出したいなと思ってます。なんか俺から見ててもやっぱり池田は練習を見てて絶対に5秒のポテンシャルを秘めてる、体的には。体的にはね。パート練習とか見てて、これ絶対5秒台入ってる選手と同じぐらい速くねって思ってたからそれがやっぱり噛み合った瞬間が来たっていう感じで、でもまだ完璧じゃないと思うから、まだまだ全然いけそうだよね。いけるね。
今日もそう練習の一番最後で今日投資する予定なかったからさ、ウェイツとかめっちゃやっちゃったから、まあフレッシュだったらもっといけそう、ですティスです次の大会だったりタイムの目標はありますか？次の大会が SJC にはいはいなるんでちょっと遠いんですけど、それまでにちょっと強まって、とりあえずトマー君の572をえい抜かしたいですね。どけってそこをどけってやりたいですね。まあでも俺ももうスピードを引退した身だからうんで抜かされたらもう一回やるちょっといろんな話してて、あ最速ではないんですよみたいな話をするのがいつも悔しいから、抜かしたいと思います。頑張ってください。はい。今回の東京オリンピックが終わって多くの3種目をやってた選手が、スピードを卒業してしまったことへの、何か感想とか思いだったり、あとパリのオリンピックでは、スピードが、単種目になってスピード選手にもスポットライトが、当たる日が近づいていると思うんですが、それに対して何か意識だったり意気込みとか思うことがあったら教えてください。やっぱりみんながそのスピード引退しちゃうのは寂しかったし、やっぱその第1回スピードジャパンカップとかメンツがすごいなんか強キャラ揃いっていうか、すごい、豪華な感じが好きだったんで寂しいんですけど、それに伴って新しいその世代っていうかスピードのスペシャリスト候補っていうか、いっぱい出てきてるのでそれは楽しみなのと、パリスポットライトが当たる件についてスピードの日本人でそのスピードのなんていうのヒーローじゃないけどプロスター選手ってそうっていうのがいないから、そこになれたらなっていうのはあるし、世界的にももうちょっと認知度が上がって人気になってくれればなって思ってます。わかる。俺もやっぱりスピードってすごい、かっこいいし、面白い競技だなと思ってたけど、なかなかやっぱりスピードだけで食べていくのって今厳しいから、そこがやっぱりちょっとでも変わっていったらいいよね。でも今池田が、トップを走っていくわけだし、絶対面白いと思うけど。ヒーローになるかクリロナになろうぜ。頑張ろう。こうやってはい、やっぱりオリンピック種目になってスピードのタイム、特にこの1年延期とかでめちゃめちゃ世界中がタイムが伸びたと思うんですけど、来年だったり次のパリのオリンピックの時には男子何秒くらいになってると想像しますか？来年ですか？オリンピック、来年もそうだし、基準ってこと？次のオリンピックの世界記録とかなんかもう4秒台をこう出してくる人がいるかもしれない。2人ぐらい出るかも。4秒。本当に4秒がキロマルとレオナルドとかってこと？やっぱ2人が今は抜けてるよね。レベルがね、大会でだって52とか出してるから、自己ベが50って言ってる聞くし、であと2年でしょ、3年か、もしかしたらそうだね、4秒台を、ね、それまでインドネシアに武者修行行った方がいいな。行くか。俺も行こう俺見てえな、本当は出たかったけど。俺が出るから見せて。きっとスピード選手もなんかパリまでって思ってる人いっぱいいそうだよね、今のベテラン選手でも。やっぱオリンピック入ったことですごいいいよね、モチベーションにもなるし、いい舞台だから、目標になる、すごい。今回は池田がついに5秒台を達成したっていうことで、こういった形で動画を撮らせてもらいました。でなかなかやっぱり池田ってこの YouTube 上だとちょっとふざけてるキャラっていうかふざけおちゃらけキャラだと思うんですけど、こうやってやっぱり真面目な姿もたくさんあるので、これからの池田にも注目してください。頑張ります。一緒に頑張っていきます。じゃあねー。じゃあねー。